グフ旧 HGUC と新 HGUC の比較。このリニューアルは成功か失敗か。全体のプロポーションや各部の造形、稼働などリニューアルによってどんな進化を遂げたのか。1979年から1980年にかけて放映された当時のアニメを解雇しつつ旧新両キットを徹底比較。またリニューアルでアニメ設定画のイメージには近づいたのか遠ざかったのか。そして1980年に発売されたアニメ放映当時のガンプラのボックスアートとこの両キットを比べるとどう見えるのかも気になるところですね。動画の最後に旧新両キットでガンダムとの決戦シーンをブンドド遊びで再現し比較したらどんな違いがあるのか、こちらもお楽しみ。こうした様々な切り口から比較検証した結果、リニューアルは成功か失敗か、僕の独断と偏見による結論をまとめているので、どうぞ最後までご視聴ください。この動画いいなと思ったら高評価とチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。今後のチャンネルの継続の励みになります。本題に入る前に軽くアニメとキット化の歴史をおさらいしておきましょう。まずアニメから。グフはジオンの量産機でザク2の格闘能力を強化した改良型。青い機体色と両肩の牛の角のように反り返ったスパイクが特徴で、電磁鞭のヒートロッドや左手の指の機関砲といった武器が内蔵されています。ジオンの新型モビルスーツ。ランバラル大尉が登場する1機が先行して登場し、ザクとは違う性能を持って主人公アムロ・レイが登場するガンダムを苦しめます。後に量産型も複数登場します。グフはザク2の基本設計をもとに陸戦用モビルスーツという目的を徹底的に追求した構造となっており、ザクにはない心臓パーツは 60% 以上に及ぶとされています。ザクとは違うのだよ。ザクとはこのグフを狩るランバラル、同じエースパイロットでも若くてスマートな2枚目のシャアとは全く違う現場の叩き上げで年齢を重ねた渋みのある職業軍人なのが当時は印象的でした。わしからもおごらせてもらうよ。なら食っていけるだろう。といっても彼はまだ35歳ですけどね。宇宙を舞台にスマートに立ち回るシャアに対し、ランバラルは陸を舞台にホワイトベースへゲリラ戦を仕掛け、どこまでも泥臭く立ち回ります。グフの格闘スタイルもまるで武士道のようなんですよね。彼はガンダムには性能が劣るグフで勝つために盾を捨てて機体を軽くし、一撃必殺に勝機を見出します。岡田敏夫さんはこれを薩摩の次元流だと言ってましたが、まさにそれですよね。このグフとガンダムとの攻防、尺は短くて一瞬で勝負がついてしまうんですが、その間に目まぐるしく展開される細やかな演出が見事で、勝敗が決するまでの緊張感がすごいんですよね。やるなガンダム。しかしこちらとてまだまだ操縦系統がやられたわけではない。これはガンダム史上屈指の名シーンだと思います。当時もグフの人気はすごかったなぁ。ランバラルは最後の手段としてホワイトベースの乗っ取り作戦を決行。ところがホワイトベースには年派もいかぬ少年たちばかりで、彼は驚いた上、かつて仕えていたジオンズム大君の娘アルテーシアにも遭遇。心優しいランバラルは攻撃を躊躇し窮地に立たされてしまい、兵士の定めがどういうものかよく見ておくのだな。最後は手榴弾で自爆するという壮絶な最後を遂げてしまいます。次にグフのキット化の歴史を見ていきましょう。144分の1グフ、1980年11月発売、当時は300円。同年9月に発売されたシャーザクとはまた違う青色の専用機体というのがかっこいいということで話題に。両肩がスパイクアーマーでたくましい上半身、陸戦用ということでシャーザクよりもフット部分が大きくどっしりとした脚部が迫力のキットとなっています。100分の1グフ、1981年12月発売、当時は800円。この時小学生だった僕はお金がなく、100分の1は高級キットで憧れでしたね。144分の1から基本プロポーションはそれほど変わっていないと思われますが、アニメの機体構造の解釈が進み、頭部や肩アーマー、胸部などがパーツ分割によりよりメカっぽい精密感が増した感じですね。144分の1発売から20年近くもの長い年月を経た後、 HGUC シリーズ、つまりハイグレードユニバーサルセンチュリーのグフとして2000年4月に発売。価格は税込みで880円。この動画で取り上げる旧 HGUC になります。100分の1スケールでも HGUC のコンセプトをさらに発展させたマスターグレードシリーズが発足。2000年10月に発売されたマスターグレードグフは税込みで3080円。
HGUC のスタイリッシュなデザインを踏襲しつつ、内部フレームの構築と各関節のメカニカルな動きによってリアリティを追求し、まるで実在する兵器のような高度な仕上がりを実現しています。2009年5月にはマスターグレードグフバージョン 2.0 が発売。価格は税込みで4180円。スタイリッシュかつメカニカルな前作の特徴を継承しつつ、さらに注目すべきは当時のアニメに原点回帰したかのようなクラシカルなデザインを採用している点です。いかにもいぶし銀のおっさんが操縦しそうなあの武骨で暑苦しいデザインに回帰しているのが面白い。2016年4月、初期の HGUC シリーズの人気キットをリフレッシュするリバイブシリーズとして HGUC グフがリニューアル。価格は税込みで1650円。この動画で紹介する新 HGUC になります。では本題に入ります。まず旧 HGUC グフから。2000年4月発売。価格は税込みで880円。シリーズナンバーは9番。まずガンプラ自体が1980年から20年近くもの長い年月を経て HGUC シリーズとして新たなブランドとして復活したことに、リアルタイムでその時代を体験した人々は驚かされたことでしょう。僕もその一人です。このシリーズは実在する兵器としての再解釈とリアリティの追求による立体化が施されており、旧キットに比べてよりメカニカルで重量感があり、なおかつスタイリッシュです。アニメのグフの暑苦しいイメージとはだいぶ違っています。しかし当時の僕の記憶ではこのリアルメカのアレンジは当時のアニメ世代には新鮮に映ったように思います。そしてその時代を知らない世代にとっては古臭さを感じさせない現代的なメカとして捉えられ、グフをはじめとする HGUC シリーズはガンプラの新たな定番として幅広い年代のファンに受け入れられていったように思います。この HGUC シリーズの成功は第2次ガンプラブームの始まりのきっかけの一つだったと言えるでしょう。今時の HGUC と比べるとかなりパーツ数が少ないです。簡単に組み立てられるのも旧 HGUC の良いところなんですよね。物合いやコックピットはシールで色分け。頭部は物合いが別パーツとなっていますが、物合いは可動式ではありません。ヘルメットをかぶせ、ブレードアンテナを差し込みます。アニメよりもつり目でシャープな顔つき。胴体は胸部と腰部、そしてスカートアーマーも独立しておらず、一体型なので組み立てはすごく単純。あっという間に組み上がってしまいます。腕部もかなりシンプル。これだけ少ないパーツで腕が組み上がるのはちょっと驚きですね。ヒートロッドはハンドパーツを挟み込んで持たせます。ヒートロッドの末端は前腕のカバーで固定。マシンガン内蔵の左手は開いた状態の固定式。脚部のパーツ構成もとてもシンプル。足首にフットを接続し、膝の黒い部分を取り付け、大腿部を膝関節へ差し込み、各部のパーツがあっという間に組み上がりました。まるでエントリーグレードのように簡単です。頭部を胴体へ接続、腕部を胴体へ接続、両足は股関節に接続した後に股関節を胴体の股間部へ差し込みます。シールドをパチンとはめれば旧 HGUC グフの完成。ジオンの新型モビルスーツ。おお、パーツ数がかなり少なくあっさり組み上がるのにスタイリッシュなデザインで造形も質感が高いです。当時のアニメの機体デザインを実在する兵器として捉え再構築し直した HGUC のコンセプトがこうして全身をいろんな角度から見ていくとよくわかります。頭が小さくて足が長くシュッとしたスマートな体型。アニメでは暑苦しいおっさん体型のグフが HGUC では現代的なメカとしてリデザインされた感じ。こうして煽りアングルから見ると一目線で本物の兵器としてのグフを眺めている気分になりますね。俯瞰から見たグフも上空からグフを見ている気分になります。いやー、これはずっと見ていられますね。実際アニメ設定画と比べるとキットの方はだいぶ細身で主に胴体が細く、アニメ設定画とはあまり似ていないことがわかります。しかし1980年当時のボックスアートと比べると旧 HGUC は意外にもイメージが近いんですよね。キットの腰回りが細いため
このように下から見上げるアングルではフットと肩の大きさが強調され、結構マッシブなプロポーションに見えます。これはかっこいい。やるな。ザクとは違うのだよ。ザクとは。各部の可動を見ていきましょう。首は少し引き出せば回転できますし、左右に傾けることもできます。上へはそこそこ向けますが、顎引きは難しいですね。肩は前後に動く関節はなく動きません。腕は肩アーマーを跳ね上げれば水平まではいきませんが、これぐらいは上げられます。肩に回転軸、腕の付け根に回転軸、肘は90度が限界。手首は回転もローリングもできます。足の付け根はこれぐらいねじることができます。また腰が動かない代わりに股関節をねじることができます。膝は二重関節ではありますが、ここまでしか曲がりません。足首は左右前後にスイングできます。左右の開脚はこれぐらい、前後はこれぐらい。足裏の設置性は左右はこれぐらい、前後は割と優秀で、ここまでいけます。各部を動かしてアクションをさせてみましょう。まずは武装していない状態から。可動範囲が狭いキットながらも、リアルメカとして再構成されたデザインがスタイリッシュで、結構躍動感があります。さらに武器を持たせると一層躍動的に、スパーンと切ったり、ダダダダダッと手の機関銃を撃ったり、ズバッと飛んでいくヒートロッドの音が聞こえてきそうです。このキット、立たせるだけでもアクションさせてもとても映えるキットだと思います。あと、このキットにはザクマシンガンがついているのが嬉しいですね。ランバラルは使用しませんでしたが、一年戦争後期のグフには標準装備されていました。ザクマシンガンを持たせるとこんな感じ。ちょっと見慣れない印象ですが、これはこれでかっこいい。シールドにヒートサーベルを収納するギミックも独自の解釈でデザインされていて面白い。ヒートサーベルを収納したシールドをグフに取り付けるとこんな感じ。この状態もかっこいいですね。そこへザクマシンガンを持たせるとこんな感じ。おお、この組み合わせもかっこいい。左手もマシンガンだからダブルマシンガンになっちゃいますけどね。ザクマシンガンを打ち尽くしたらパージしてシールドから突き出したヒートサーベルの柄を握って抜刀し敵へ突進って感じかな。キットのセット内容はこんな感じ。ヒートロッドは自由に曲げられるものと最初から形が決まっているものとの2種。そしてヒートサーベル、ザクマシンガン、シールド、ハンドパーツはヒートロッドとザクマシンガン用のものが付属。次に新 HGUC グフを見ていきましょう。2016年4月発売。価格は税込みで1650円。シリーズナンバーは196番。HGUC シリーズの初期に発売された人気キットは年月が経ち、設計が古くなってしまったため、リバイブシリーズとして刷新。このグフもその流れでリニューアルされたキットの一つです。リバイブ版の特徴としては、より現代的にアレンジされたスタイリッシュなプロポーションとダイナミックなポージングを可能にする関節構造が挙げられます。ただし、このリバイブシリーズはデザインにかなり強いアレンジが施されており、当時のアニメのイメージとはかけ離れていると感じる人も少なくないようです。そのためユーザーの賛否が分かれるシリーズでもあるようですね。このグフは確かにアレンジが強い印象を受けますが、他のリバイブシリーズとは異なり、当時のアニメのデザインに回帰しているようにも見えます。とは言っても、原点回帰したマスターグレードグフ 2.0 のデザインとはまた違う方向の原点回帰に見えますね。パーツ数が旧 HGUC に比べてかなり増加しています。これは関節構造の複雑化や可動部位の増加などが主な理由でしょう。頭部はパーツ数は多くはありませんが、物合いが可動式になっています。ヘルメットをかぶせて、後頭部の動力パイプのキャップをかぶせます。ブレードアンテナを差し込めば頭部の組み上がり。胴体は胸部と腹部が分かれています。首の基部を取り付け、胸の装甲板を取り付け、首関節を接続、胸部と腹部をドッキング。
コックピットがクリアパーツになっているのが高級感あります。バックパックを取り付け、スラスターを取り付けていきます。これで胴体の完成。腕部は複雑で、二重関節の内部フレームに外装をかぶせていく構造。ヒートロッドは自由に曲げられるようになっています。内部フレームに外装を組み付けていきます。この工程、昔のマスターグレード並みに構造が高度化していますね。パチパチと組み立てていくと、メカニカルで質感の高い腕が組み上がります。肩アーマーにスパイクを取り付け、肩へ組み付けます。左腕の方も同様にパチパチと組み立てていきます。いやー、ほんと質感高いですね。脚部は腕部に負けず劣らず複雑化しています。大腿部に股関節とをつなぐパーツをはめ込み、大腿部を下腿部に接続。すねの装甲を組み付けます。膝の装甲を組み付けていきます。フット部分に足の甲のパーツを接続。そしてフット部分とレッグ部分を接続。腕部もさることながら、この脚部も適度に複雑なパーツ分割により精密感があっていいですね。腰部にスカートアーマーを組み付けていきます。サイドスカートにフロントスカートを取り付け、腰部へ接続。反対側も同様に。こちらも精密感があっていい感じ。シールドは2つのパーツ構成による色分けが気持ちいい。裏側にマウントパーツとサーベルグリップを組み付け、これで各部のパーツが組み上がりました。いずれの部位もとても質感が高くいい感じ。頭部を胴体へ接続。腕部を胴体へ接続。脚部を腰部の股関節へ接続。シールドを取り付け。おっと、胴体の動力パイプの取り付けを忘れていました。ヒートロッドを適度なバランスで曲げます。これで新 HGUC グフの完成。ジオンの新型モビルスーツ。おお、パーツ数が多いだけにメカニカルな精密感が大幅にアップし、高級感が際立っています。さらに足が長くスマートな現代的な体型を保ちつつ、そこにかつてのアニメで見たグフのイメージを融合させたかのようなマッチョで力強いイメージを重ね合わせています。旧 HGUC と異なり、このキットでは頭部が少し大きめで、顔は鼻が長く目は垂れ目です。これもまた当時のアニメのデザインに近いかもしれません。まるでアニメのような雰囲気と実在する兵器のリアリズムを両立させたデザイン。これは新感覚のグフって感じで新鮮。それでいて人の目線から見る煽りのアングルでは実在するメカのようなリアリズムが感じられます。俯瞰のアングルから見ると上空から実在するグフを見下ろしているような感じ。実物大のグフを想像するとワクワクしますね。アニメ設定画と比べてみましょう。さて、どうかな？おお、設定画ほどどっしりはしてないですが、顔も体型も結構近いかも。しかもスタイリッシュ。アニメ設定画を現代風にリファインしたデザインとも言えるかもしれないですね。1980年当時のボックスアートと比べると、こっちも悪くないですね。頭をもっと平べったくして胸部の幅を広くしたらさらに似てくるかも。やるな。ザクとは違うのだよ。ザクとは。各部の可動を見ていきましょう。頭は1回転できます。物合いは下のレバーを操作して左右へ動かせます。頭を左右へ傾けることもできます。上にはここまで向けます。下へは少しだけ向けます。横を向きながら首を傾けることもできます。肩は前後に動かすことができます。腕はそのままだとこれぐらい上がり、ショルダーアーマーを跳ね上げれば水平まで上げられます。肩に回転軸、腕の付け根に回転軸、肘は二重関節により
深く折り曲げることができます。手首は回転もローリングも可能。マシンガン内蔵の左手の指は親指以外はこのように付け根だけまとめてスイングできます。親指はこのように独立して動きます。腰は前後にも左右にもスイングできます。ローリングもできます。足の付け根に回転軸。股関節は左右にスイングできます。足はここまで上がり、膝は二重関節によりここまで深く曲がります。膝下に少し前後に動くギミックがあります。足首は後ろにも前にもスイング。足の甲の関節により特に前のスイングがすごい。左右のスイングはこれぐらい。ローリングもできます。足の付け根の関節により左右へはここまで大きく開脚できます。前後にも十分に開きます。左右開脚時の足裏の設置性は優秀でこれぐらいまでいけます。足首が前に大きくスイングできるため前後の設置性はかなり優秀。縦膝も体を垂直に保った綺麗なポージングができます。各部を動かしてアクションさせてみましょう。まずは武装していない状態から。関節構造が旧 HGUC よりも複雑になった分しなやかで自然な動きができます。可動域が広いため後ろ回し蹴りもできてしまいます。ヒートサーベルを持たせてみましょう。このように柄をハンドパーツで挟み込みます。握り拳の手からサーベルを持つ手へ交換。おお、ズバッとサーベルを振り抜くアクションが豪快に決まります。クリアパーツでできたヒートサーベルの刃も本当に熱を帯びているようでかっこいい。マシンガン内蔵の左手は握った状態も付属。こちらの手にもヒートサーベルを持たせることができます。おお、右手よりも巨大でアンバランスな左手がかっこいい。こんな風に二刀流で構えてもかっこいいですね。そしてシールドのグリップも持たせることができます。シールドをこのように持たせるとシールドを前に突き出して敵の攻撃を防いでいるようなアクションができます。西洋の騎士の戦いみたい。そして平手の状態の左手に差し替えると指のマシンガンを撃っているようなポージングに。右手にはヒートロッドを持たせてみましょう。このようにハンドパーツで挟み込みます。手首とヒートロッドの末端をこのように差し込みます。ヒートロッドで攻撃しながらの指のマシンガン発射。おお、ヒートロッドの躍動的な動きがポージングをよりダイナミックに演出しています。かっこいい。シールドを腕の穴に差し込んで固定します。全身の可動をフル動員しておなじみのヒートロッドを敵へ打ちつけるシーンを再現。こちらもバッチリ決まった。キットのセット内容はこんな感じ。ヒートロッドは自由に曲げられるもの。ヒートサーベルは2本。シールド、ハンドパーツは右手はヒートロッドやサーベルを握るためのものが付属。マシンガン内蔵の左手はヒートサーベルとシールドを握るためのものが付属。余剰パーツがあり、これだけ余ります。頭部の余剰パーツは旧 HGUC のデザインに近い釣り目のタイプになっていて、これで組むとまさに旧 HGUC の顔つきになります。物合いも可動。アニメのグフとは離れてしまいますが、このメカっぽく鋭い顔つきも結構いけますね。かっこいい。こうしてノーマルの顔つきと比べると印象がかなり違います。ノーマルは頭が大きめで垂れ目、鼻が長い。余剰パーツ版は頭が小さく、釣り目で鼻が短い。余剰パーツバージョンを全身で見るとこんな感じ。顔だけで全体の印象がかなり変わりますね。ノーマルは当時のアニメのぬぼっとした大河原邦夫さんのイメージ。余剰パーツ版は HGUC のデザイナー加時はじめさんのイメージ。ここからは旧新の両キットを直接比較します。身長は新 HGUC の方が高いです。旧は赤みがかった濃いめのブルー、新は水色っぽい明るめのブルー。半身を割って比較するとこんな感じ。新 HGUC の方が頭と胸部の縦の厚みがあり、その分身長が高くなっているようですね。逆に頭と胸部以外は両キットはそれほどプロポーションの差はなさそうです。頭が平たく体がスマートで両肩がいかついアメフト選手みたいな体型の旧 HGUC。頭が厚く全身ゴリラマッチョで鎧を着た西洋の騎士みたいな体型の新 HGUC。ここからはパーツごとに比較します。頭部は両者全く別物かと思うぐらいデザインが違います。
9は釣り目でアニメを実在メカっぽくリデザインした感じ。シンは9より大きめで垂れ目、当時のアニメのイメージに近づけた感じ。胴体はシンの方が上半身の縦の厚みがあり、胸もバーンと張っていて大きいです。バックパックは9はコンパクト、シンは大型化しています。腕部はショルダーアーマーが9の方が大きく、スパイクの曲がり具合も急激に曲がっていて威圧感があります。シンのショルダーアーマーは少しおとなしい印象。上腕から前腕にかけては両者あまり差はありません。マシンガン内蔵の左手はシンの方が大型化していて細部が作り込まれ、より印象的になっています。脚部は正面から見るとそれほど造形に差はないように見えます。横から見るとシンの方がふくらはぎが末広がりで大きく見えます。後ろも両者それほど差はありません。足裏を比べると両者の造形がまるっきり違うのには驚きました。ここはアニメでは描かれない箇所なので、両者自由な解釈でデザインした感じなんでしょうね。フットの形は9が幅広でシンが細長ですね。シールドはかなり大きさが違います。旧キットのボックスアートに近いのは新 HGUC の方だと思います。裏側は9の方がオリジナル要素が盛り込まれたデザインになっていると思います。ヒートサーベルも大きさがかなり違いますね。クリアパーツとなり大型化したシンの方は迫力があってやっぱり魅力的だと思います。ヒートロッドは9は初めからこの形状なんですよね。この形で飾る分には9の方が形状が流れるような自然な感じで完成度が高いと思います。シンの方は指で曲げてそのような自然な形状にするのはちょっと難しいですね。ここからは9、シン両キットのポージング違いで比較していきます。まずはすだちの状態から。こうして改めて眺めると両者の設計思想の違いが面白い。9はリアルメカアレンジの途上にあり、シンはそこからさらにアニメへの回帰を試みたアレンジに加え完成度を上げた感じ。控えめなポージングであれば両者それほど差はなくいい勝負です。しかし踏ん張ったり重心移動の表現だったり、キックとか足を大きく上げたり広げたりといったアクションになると圧倒的に新 HGUC の方に軍配が上がります。アニメ設定がアングルで旧新両キットを比較してみましょう。このアングルは両キットのデザインの違いが大きく現れますね。やっぱり新 HGUC の方が設定画に近い。1980年当時のボックスアートはどうか。おお、これは両者いい線いってますが、旧 HGUC の方がイメージに近くこっちが勝ってるかも。色合いもボックスアートにすごく近い。新 HGUC は悪くないけど下半身がちょっとボテッとしてるんですよね。ではお待ちかね、最後はガンダムとの決戦シーンをブンドド遊びで再現。旧新両キットでそれぞれ再現してみたので、どっちがアニメのイメージに近いかじっくりご覧ください。まずは旧 HGUC グフから。何？このやるなガンダム。しかしこちらとてまだまだ操縦系統がやられたわけではない。来た。次に新 HGUC グフをご覧ください。何？このやるなガンダム。しかしこちらとてまだまだ操縦系統がやられたわけではない。来た。旧新それぞれの決戦シーンいかがだったでしょうか。両キットを比較しての結論。このリニューアルは成功か失敗か。僕は成功だと思います。まず
旧 HGUC シリーズはモビルスーツをリアルメカとして捉え、昔のアニメをスタイリッシュに現代風に蘇らせたことでファンの心をつかみ、ガンプラの再ブームのきっかけを作った。グフはシリーズの中でも特にリアルテイストが強すぎたキットだと思います。だからあまり当時のアニメのグフには似てないんですよ。そしてファンは時間が経ってリアルメカに慣れてくると、だんだんそのテイストに飽きてくるというか、結局当時のアニメテイストへ回帰したイメージを求めるようになる。つまり原点回帰の機運が高まってくる。そのニーズをうまく掴んだのがリバイブシリーズの一つとして生まれ変わったこの新 HGUC グフだと思うんですよね。今回の動画は以上です。皆さんはどう感じたでしょうか？この動画を気に入ってくれた方、高評価とチャンネル登録お願いします。いやー、ガンプラって本当に面白いですね。ではまた。